江戸時代の黒船って現代のインターネットの情報のすべてを鵜呑みにはできませんよね。同じ教材を使う教師は要注意。ちょっぴり切ないスパイスが効いているんですね。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は教師はお産婆さんだったの後編をお送りします。江戸時代の黒船って現代のインターネットだと思うのですが、いかがですか？両者とも知識や新しい文化を運んでくるものだからです。例えば前回のインターナショナルスクールの宿題白川郷についても、ネットなら教師一人が教えるよりはるかに多くのことを生徒が各自で情報収集できてしまいますよね。けれどネットの情報のすべてを鵜呑みにはできませんよね。信じても良い事実なのかファクトチェックをし、情報をどのように読み理解すれば正しいかのリテラシーが欠かせません。ファクトは何人かで検証して初めて出てきますし、リテラシーには知識や経験、教養がものを言います。ですから現代版適塾が必要と私は考えました。若者たちは溢れるほどの知識がネット上にあるので、同年代の現代文化生が集い多事総論できる場があったら、自分の判断基準や哲学、価値観を構築できると思います。そうなれば閉めたもの、自然と若者は自発的に社会をより良くしようと行動していくでしょう。ミレニアル世代や Z 世代が SDGs を我が身のこととして考えているように、また学者は国の土眼なりと福沢諭吉は言いました。土眼とは仲間たちが絵をついばんでいる時に不意の難に備えて集団に注意を払っている見張り役の眼のことです。これからの学者の先生方にも教えを授けるばかりでなく、土眼として現代版の公安先生になっていただけたらと思いました。公安先生は目的なしの勉強を提唱していて、その意味するところは立身出世のための学問ではなく、物事すべてに通じる理解力と判断力を養うようにとの考えです。今はまさに考える力が問われている時ですよね。そこで思い出されるのが著書第三の波で知られるアルビン・トフラーです。第三の波とは、第一の波が農業革命による農耕社会、第二の波は産業革命による工業化社会、第三の波が
IT 革命による情報化社会のことです。1、2の革命では経済が中心でしたが、第3になると知識、特に価値観や倫理が中心になると予言しました。第3の波には日本に対する警鐘があるので引用しますね。個人も企業も組織も政府も急激な未来の変化に直面している。過去の大企業者、長年勤め上げた官僚、同じ教材を使う教師は要注意。1980年の言葉ですが、コロナ以降の世界観にも通じるところがありそうです。個人に情報が集まる時代には、教えを授ける教授ではなく、ファクトチェックとリテラシーを監督できる心の師となるような教師が求められると思います。ソクラテスも納得のそのようなお産婆さんから、これからの未来、どんな人材が生まれてくるのか楽しみです。孫世代の嘘みたいな本当の話。まず一つ目はデジタルの宿題。おまけコーナーの付録レビュー。今日はオサムグッズのビッグサイズトートほか3点セットです。インネル2021年8月号の付録で、表紙は蒼井優さんですね。人気キャラクターが勢ぞろい。アメリカンテイストですが、日本生まれのポップなキャラクターたち。しっかり素材のビッグトートは収納力抜群。厚みのあるコットン、紺素材だそう。キーチャームもついています。原田修さんといえば、1980年代、90年代のミスタードーナツの景品や、カルビ、ポテトチップスのマスコットキャラクターで有名ですね。こちらは1976年から現在まで採用されています。人気のジルの絵が可愛いポーチ。バッグは折りたたんで、このポーチに収納も可能です。吹き出しの英語部分、久しぶりに Google レンズで翻訳してみますね。健康的でハッピーな雰囲気ながらもちょっぴり切ないスパイスが効いているんですね。オサムグッズの人気の秘訣が垣間見えた付録レビューでした。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ではではまたね。